どうも、ケイスケです。お待たせいたしました。はい、こちらタムロン 35-150mm F2 から 2.8 待ってましたよね。はい、こちらのレンズ今日はレビューしていきたいと思います。このレンズですね、35、そこそこの広角から150mm、結構の望遠までですね、使えるソニーのフルサイズ用のレンズでありまして、で F 値がね F2 からスタートなんですよ。で今までのレンズでとりあえずソニーのレンズの中では F2 からスタートのズームレンズって多分ないんですよね。であるとしたらキヤノンの、2870mm とか、それは F2 投資ですけどね、一応あって、ソニーではおそらく初だと、ソニーのレンズでは。ということで、もう革命的レンズ、今回はもう事前にタムロンさんからお借りしたのでレビューしていきたいと思います。実際写真でも動画でも使ってみて、こりゃすごいぞと。もちろんこの便利さっていうのもあるんですけども、あとは写りの良さ、あとは僕的に結構このポイントもいいなというところをしっかりと話していこうと思いますんで、ぜひ気になっている方チェックしてみてくれると嬉しいなと思います。早速しっかりとレビューいってみましょう。はい、改めまして今回ご紹介するのがこちら、タムロン 35-150mm F2.8 のレンズです。今回のこのね、僕が持ってるのはソニー E マウント用ということで、今この手元にあるのは α1 ってカメラなんですけども、α7 III とか α7、α7 II とかねの、フルサイズって言われてるこのねセンサーっていうのが大きいカメラに対応してるレンズとなってます。で結構ね、たまに質問あるんですけども、もちろん α6400 とか、小さいセンサーの方にも使えます。ソニー E マウントであれば使えますね。で最近本当にこのタムロンさんがすごくて、もちろんねソニーのカメラってソニーのレンズとの相性っていうのは一番いいんですけども、やっぱタムロンさんだとちょっと持ってくるね、このレンズもお借りしてるんですけども、タムロン 28-75mm の F2.8 投資の G2 と新しいバージョン、このレンズもすごいんですけども、こういう本当にコンパクトでめちゃめちゃ便利、最近は本当に写りも良くて、しかも比較的安いという形のレンズが大量にあります。そこはね本当にねいいと思います。このレンズもめちゃくちゃいい。でちょっとこっちのねレンズはまた後日レビューするとして、先にね 35-150mm のこちらのレンズをレビューしていくんですけども、重たいです。1キロちょっとですよね。いくつだっけな、重さは 1165g です。 1.1 キロくらいですね。なんで結構な重量感はさすがにあります。重いんですけど、それ相応のスペック、写り絶対あります。でまずね一応そのスペック表みたいなところをねご紹介しておくと、焦点距離 35mm っていうそこそこの広角、今これ撮ってんのは 25mm とかなので、ちょっともうこれよりもこのぐらいですね、このぐらいの距離映るって感じですの 35mm から 150mm までいけます。 150mm かなりいけますね。はい。で明るさ F2 から 2.8 です。で一応ねF 値のマックスが16、広角端で16で、望遠端の方で22までという風になっています。最短撮影距離は広角端で 0.33 メートル、望遠端で 0.85 メートルと。でフィルター径は 82mm ですね。ちょっと大きめのフィルター径になっています。で重さが 1165g の、絞り羽根枚数が9枚という風になっています。で外観もですね、紹介しておくと、今までのタムロンのレンズってちょっとマットな質感だったんですよね。なんですけども、ちょっとだけツヤが出てます。でこれは正直に言うけど、これは好き嫌いがあって、僕は前のも結構好きでした。ただ結構ねツヤ感があるの好きっていう人結構多いらしくて、この辺は好みですかね。よいしょ。こっち側がズームリングですね。こんな感じで結構伸びます。でこっち側はフォーカスリング。はい。でボタンですね。この辺にボタンが3つぐらいついてまして、これは横位置でも縦位置でもどっちの縦位置でも使えるように一応3箇所ボタンがついている形になります。であとは AF と MF の切り替えスイッチ、これ嬉しいですね。今までタムロンのレンズだとあんまりこのねオートフォーカス、マニュアルフォーカスの切り替えのスイッチってなかったんで、これ結構僕的には嬉しいです。であとカスタム123とあります。これ何のカスタムやねんというところなんですけども、これはね後ほど紹介するこのねレンズのボタン機能カスタマイズっていうのがあるんですよ。で、それがレンズユーティリティっていうソフトを使うんですけども、それもね試してみたんで、それは後ほどご紹介します。であとね今気づいたんですけども、このねボタンのところちょっとね切り掛けみたいなのが入ってて、しっかりと一応切り替えやすくはなっていますので、この辺はね試してみてほしいんですけども、普通に使ってて不便はないかなっていう感じです。ケイスケの動画
でも本題行けと。スペックとか分かったと。写りはどうなんじゃってところですよね。とりあえず、撮ってきました。いろいろ写真、動画、撮ってきました。何日かいて撮ってきたんで、ぜひまずですね、どんな写りすんのかっていうのをチェックしていただけると嬉しいなと思います。早速、どうぞ。めちゃくちゃ良くないですか。僕もこれでねいろんな写真撮ったんですけども、うわやっぱ持ち歩きたくなるのと、重いよ、重いけどもうわこれ持ち歩いていろいろ撮りたくなるなと思うレンズでした。で実際ね変化幅としてはこのね28-200mm、これ F2.8 から 5.6 のレンズなんですけども、これとちょっと似てるんですね。なんで、正直こう変化幅とか広くて F2 から 2.8 なんて結構ね、乱暴というかゴリゴリのスペックレンズじゃないですか。そこまでスペック積むと普通もっと重いんですよ。1.5 とか2キロぐらいいってもしょうがないかなみたいなスペックではあるんですけども、それでもねこの軽さってことはやっぱ画質とかはあんま良くないんじゃないかっていうのはどっかでね思ったんですけども、それは完全に払拭されました。このレンズとかも若干シャープネス甘かったりしたんですけども、今回の 35-150mm はシャープネスもキレキレです。実際ちょっと拡大してみるんですけども、ごめんね、ちょっと僕の妻のことちゃんにごめんねと言いたいんですけども、こんな感じでちょっと拡大してみました。しっかりと改造してますよね。もうこの辺めちゃくちゃ見て、いやすごいなと。全然この α1 の5000万画素でも耐えうる感じで描写ができてます。であと僕が好きなの玉ボケですね。すごい玉ボケが綺麗なんですよ。結構ですね今までのちょっと安めのレンズとかだと玉ボケの感じがうるさかったり結構極端に潰れちゃったりとか、してたんですけども、比較的これはね綺麗な丸です。さすがにちょっと周りの方行くと若干潰れちゃったりもするんですけども、かなりこう繊細な玉ボケというかしっかりと円になっていて、すごい気持ちいい玉ボケしてくれるなっていう印象があります。でさっきも言った通り、おそらくこう 35-150mm で F2 スタートのレンズなんて本来今までのね技術で作ろうとするとかなり重たくなっちゃうんですよ。なんですけど最近でカメラの性能が上がってきて、だからこうレンズ側で補正してた例えば歪みだったりとか、あとは周辺が暗くなっちゃうみたいなのを、レンズ側で補正しなきゃいけなかったのがカメラ側が優秀になったおかげで、その部分をじゃあカメラにやってもらおうと。その代わりレンズはそこの部分削ってちょっと軽くしましょうよっていうのがちょっと今のねトレンドだったりするんですけども、そこら辺もがっつりあんのかなと思いつつ、歪みはそんな感じないんですよね。これもライトルームで現像してるんで歪みの補正してないんですけども、全然端っこの方に行っても歪みは今のところ感じてはないです。ただ、周辺原稿に関しては僕 35mm の F2 で撮影したんですけども、その時はさすがにね周辺が結構暗くなる感じはありました。なんで、カメラ側で補正してあげるか、もしくはライトルームとかのね現像ソフトでプロファイルが追加された時に補正してあげるというのが一番ベストなのかなとは思います。で一応ねF 値の変化幅についてもご紹介していくんですけども、 F 値はですね 35mm の時には F2 で、50mm ぐらいで F2.2、70mm で F2.5 で 85mm で F2.8、それ以降も F2.8 ですねという形になっています。
なんで、50mm ぐらいで F2.2 で使えるんで、そこそこというかかなりボケ感もあるんじゃないかなと。35mmF2 なんてもう普通に単焦点レンズだしねいやめちゃくちゃキレもいいし、ボケ感もしっかりしてるし、割とねズームレンズのボケ感って硬くなっちゃったりとかするんですけども、それが全然なくて、しっかりとこうなんだろう、滑らかなボケ感があるっていうのもすごいこの写真とか特に気持ちよかったですね。で一応ねメインで写真撮影の部分で紹介してきたんですけども、じゃあ動画でも使えるんですかという話で、結論から言うと動画でも使えますが、旅行に気軽に持ってくレンズではないかなっていう感じはします。やっぱりある程度の重たさもあるし、大きさもね結構大きいんですよ。例えば、2875mm の F2.8 のこのね新しいズームレンズとの比較だとこのぐらいね、一回り二回りまでいかないかな、くらいの大きさと、重さもね約倍ぐらいあるんで、やっぱりですねこうずっと首からかけてるのは正直ちょっとしんどい。だし動画撮影ってなると、あくまで僕の場合なんですけども、僕の場合は結構ジンバルに乗っけたりとかするんですけども、ジンバル僕の持ってる RC2 でもギリギリ乗るんですけど、ちょっとしんどいかなって感じです。ちょっと前がねフロントが重すぎて、ここのねアイカップアイピースの部分がちょっと当たっちゃったりとかする感じですね。もっと大きいジンバル、例えば、GU の WeVill2 っていうジンバルだったりとか、あとは DJI の RS2 っていうジンバルがあったりするんですけども、もう少し高いやつですね。その辺のジンバルとかならこれでも乗るかもしんないんですけども、やっぱ安定感的に、どっちかというとジンバルで使うよりは三脚とかに置いて使う方がいいのかなと思います。ただねオートフォーカスもめちゃくちゃ速くて、ここにね VXD っていう、文字書いてあるんですけども、これが要はタムロンのね新しいモーターみたいなもんで、オートフォーカスむっちゃ速いんですよ。で実際これね撮ってみたんですけども、これ飛行機撮った時にちゃんとこう遠くの飛行機もう行っちゃうみたいなところでパッて、それでもガチッとピント合ってくれるんで、相当オートフォーカスは速いと思います。であとはねレンズユーティリティのところですね。一応ねこのレンズですね、ここに USB Type-C のポートがついてます。この USB Type-C のポートにつないで、一応公式の発表ではここの Type-C to A でパソコンに直接つないでくださいよという指示があるんですけども、僕のね使ってる M1MacBook だとType-A ポート USB-A のポートがないんで C2C でつなぐしかないんですけども、C2C でも全然反応しました。でレンズユーティリティというソフトウェアを使ってここのねボタンの挙動をカスタマイズできます。でこのレンズすごいのが、そのボタンの挙動っていうのをカスタム1、2、3それぞれ変えれるんですね。例えばカスタム1の時にしてる時は、AB フォーカスって言って A の地点から B の地点にフォーカスを送るような動作を、このカスタムボタンで制御しましょうと。でカスタム2の時はここのボタンを押すと絞りとフォーカスでリングがね機能が切り替わるようにしてくださいとか、あとは3番はプリセットフォーカスって言って、もうここの位置っていう決めたところに勝手にね合わせてくださいとか、そういう風なカスタムができるんですね。で特に使うところで言うとプリセットフォーカス、例えば1個ね、プリセットフォーカスっていうのは、例えばカスタム1にプリセットフォーカスっていうのを入れときますと。でここのボタンを例えばピント合わせた状態で長押しすると、そこのピントの位置が記録されるんですって。で後でこうずらしたとしても、ここポチッとボタン1回押すとそこのピントまで戻ってくれると。そういう風なことができます。でもちろんねそのソフトもソフトウェア側で調整できます。調整するときカメラとつないだ状態で調整ができるんで、速度もねちゃんとカメラで見ながらできます、調整がね。なんで今のプリセットフォーカスは動画でも使えるし、あと写真だと星を撮る人とか、星の位置を記録しといて、後で間違ってこう動かしちゃったって時にもう一回ね星の位置に戻すとか、そういう風な使い方もできます。あとはボタンを押すたびにここがね絞りになるか、フォーカスになるかっていうのも切り替えられて、一応このねこっち側下の方はズームでもう固定されてるんですけども、上の方はフォーカスだったり、あとは絞りね F 値っていうのをここで切り替えることもできます。ちなみにカスタムボタンでの割り当てじゃないんですけども、ここの変化幅、リニアノンリニアとか言われたりするんですけども、その辺の細かい調整もできるんで、めちゃくちゃこだわる人はそこら辺もね使ってあげてください。ケイスケの動画、はい、ということで結構つらつらと喋ってきましたが、いかがでしょうか。もうね結構時間で喋ってるんですけども、正直こうレビューしてみたり一回使ってみたりして、欠点としては本当に重さぐらい、それ以外はないんじゃないかな。キレもいいし、フォーカスもめちゃくちゃ速いし、正確でボケ感も綺麗で、なんらこう不満はないです。暗いところでも F 値低く撮れるので、もう本当このレンズ求めてたっていう人は、例えばポートレート撮る人、
特に結婚式とかですね、もうそういうシーンではそこそこ広角から望遠まで1本でいかないと切り替えてる暇ないんですよ。なんでそういう方だったり、あとは動画だとしても結構固定で使う人、三脚とかにガチッと立てて使う人とかは結構いいかなと思います。割と弱い三脚使ってると正直このねレンズ自体が結構重いんでグーッと落ちてきちゃったりするんですけども、しっかりとした三脚を使えば全然ねこの重さも耐えきれると思うんで、そういうガチで撮影する人っていうのは特におすすめかなと思います。でも本当にもう僕正直なところタムロンさんのめっちゃ好きなのはこのレンズ出してくれたことなんですよね。もうさ攻めないのよ。もうなかなかこんな攻めたレンズないわけじゃないですか。重たいけど F2 からスタートできるズームレンズなんてなかなか出ない中で、ちゃんとこういう革命的なレンズをしっかりと出してくれる、そこはねもう僕はめちゃくちゃ好きです。なのでですねぜひみんなにも一回試してほしいなと。もうでも20しないぐらいで買えちゃうんで、このスペックで20しないっておかしいじゃないですか。どう考えてもおかしいぐらいのレンズをちゃんとね出してきてくれるのはもう本当に感謝しかないです。なんか変なね感じになっちゃいましたけども、ぜひ気になる方一度使ってみて感想とかもぜひねコメントの方で教えてほしいなと思います。でちょっと気になってたけどまだ買うに至ってなかったよという方は、もし背中を押されたよという方がいたらぜひねコメントの方でも報告待ってますし、一回試してみて自分でねこの感覚味わってほしいなと思います。はい、ということで、今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これからもね結構レンズのレビュー多くあると思いますんで、ぜひ楽しみにしててください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ソニー α1 の話をねちょっとさせてくださいと。僕の想像よりもこのカメラ良かったのね。正直僕の気持ちのままね喋ってるから今日は